フリーアトリエせいへようこそ、せいです。今回ご紹介するのは、異世界少年漫画4000第1弾。昨今、大人気の題材となっている異世界。たくさんありすぎて、どれを読めばいいかわからない。という方向けに、100作品以上、異世界漫画を読んできた私せいが、特におすすめの4作品を紹介していきます。今回紹介する作品の共通点は2つ。1つ目は、原作小説があること。今回紹介する漫画は、すべて小説家になろうで連載されている小説のコミカライズです。2つ目は、少年漫画であること。販売サイトにて少年漫画に分類される作品に絞ってご紹介します。第1弾といった通り、この動画はシリーズ化する予定です。他の異世界少年漫画や異世界少女漫画も紹介していくので、ぜひチャンネル登録をして更新をお待ちください。それでは、あらすじやおすすめポイントとともに、1作品ずつ紹介していきます。1作目は、嘆きの亡霊は引退したい。最弱ハンターによる最強パーティー育成術。漫画家は、ヘビノライ先生。原作者は月風先生、キャラクター原案はチーコ先生です。出版社は角川で、2025年3月時点で10巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうへ連載されており、2024年にはアニメ化もした人気作です。あらすじです。本作は異世界転生、召喚、タイムリープものではありません。本作を一言で表すとするならば、勘違いものです。主人公のクライは、幼い頃、幼馴染5人と共に、世界最強のトレジャーハンターになることを誓いました。ただクライは、他の5人に比べて、ハンターに必要な才能が劣っていたんよね。だから、夢は諦めようとしたんやけど、特に役割ないんだからリーダーやよ、と仲間に言われ、いつの間にか幼馴染6人組パーティーのリーダーに、それだけでなく、そのパーティーが所属する、クランのマスターも任されてしまいます。自己肯定感がとにかく低く、怖がりなクライと、彼の行動を深読みしすぎる仲間たちが織りなす、勘違いコミカルファンタジー作品です。おすすめポイントは3点。一つ目は、クライの実力です。クライは実力を隠しているとかではなくて、本当に弱いし、事件の真相を理解して動いているわけでもないよね。戦闘力だけで言えば、タイトル通り、本当に最弱ハンターかもしれん。ただ、本人が思っているほど無能でもなくて、宝具の扱いは化け物と言われるほど秀でていて、知識も豊富。何より第六感が優れており、この本人無自覚の直感力が、クライは何でも分かっている、と周囲に勘違いさせる要因かもしれません。二つ目のおすすめポイントは、小出しされる幼馴染たちです。クライのパーティーメンバーである幼馴染たちは、第1話の時点で高レベルの宝物殿ダンジョンに潜っており、一人デートで留守番しているくらいの近くにいないよね。メンバーは話を追うごとに一人ずつ帰ってくるんやけど、漫画版10巻の時点でも5人中2人しか帰ってきていません。どんな人たちなのかということは明かされてはいるものの、実際にくらいと話すシーンがなかなか来ないよ。小出しにされることが、じれったくもあり、同時に続きが読みたいと思う理由にもなっているため、よくできた構成やな、と思います。すでに出ている2人もそれぞれキャラが立っているため、残りの3人がどのように物語に絡んでくるのか楽しみです。最後3つ目のおすすめポイントは、勘違いの内容です。本作には勘違い要素が大きく2つあります。1つは、あらすじでも話した通り、周囲が位の力を実力以上に高く見積もっている、という勘違いです。もう1つは、位がしている勘違いです。位もまた、周囲の力を実力以上に高く見積もっているよね。自己肯定感が低いせいか、特にはできないけど、みんなならできるよね。というノリで、周囲に無理難題をふっかけます。周囲からしたら、視力を尽くせば乗り越えられるけど、一歩間違えば命も危ない危険な試練なんよね。サブタイトルに育成術とありますが、これは、位が無意識のうちに化している試練によって、仲間たちが強くなるという意味です。多くの勘違いが入り乱れている異世界ファンタジー、絵も綺麗で戦闘シーンもうまく、最新刊の発売を楽しみにしている作品の一つです。2作目は勇者召喚に巻き込まれたけど異世界は平和でした。漫画家は平安二郎先生、原作者は東大先生、キャラクター原案はお茶う先生です。出版社は角川で、2025年3月時点で9巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうへ連載されています。あらすじです。本作は異世界転移ものです。主人公のカイトはある日勇者召喚に巻き込まれ、異世界に転移してしまいます。本来召喚される予定ではなかったカイト、ないがしろにされるのかと思いきやそんなことはなく、異世界はとにかく平和でした。一緒に召喚された勇者も、魔王討伐のために呼ばれたわけではありません。過去に魔王を倒し、世界平和に尽力した勇者を称える。勇者祭への参加が目的で召喚され、1年後には元の世界に帰れるというのです。帰還までの1年間を、穏やかに過ごしたいと思うカイトでしたが、その気持ちとは裏腹に各界の重鎮に気に入られていくというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は心の機微が丁寧に描かれている点です。現実の世界で両親を事故で亡くしていたカイトは、半ば人生を諦めているような、死ぬかどうかは運だという死生観を持つ大学生でした。そんな彼がクロムエイナという小柄な少女と出会い、生きることに積極的になったり、自分の意志を持つようになります。平和な世界を舞台にしていると、物語に展開が生まれないのではないかと思うかもしれんけど、本作はカイトの心の成長を追っていく物語です。2つ目のおすすめポイントはハーレム要素です。カイトには戦闘能力はないんやけど、官能魔法を持っていました。強大な魔力に触れてもそこに敵意がないことを悟り、適応できるという力です。これによって天界にいる神や魔界にいる六王と呼ばれる強者たちにどんどん気に入られていくカイト。女性キャラが多いから、いわゆるハーレムものではあるんやけど、ラブコメ作品のようないやらしさはありません。自分が変わるきっかけとなったクロムエイナのことを、カイトが一途に思っているからかもしれません。最後3つ目のおすすめポイントはシリアス先輩です。シリアス先輩とは単行本のカバー裏にある
2ページ漫画に登場するキャラクターです。シリアスという概念の化身である彼女は、常にシリアスな展開を求めているんやけど、ずっと本編が平和なものだから、シリアス先輩は全く活躍できません。平和な展開を嘆き、甘い展開にダメージを食らう彼女に、いつも笑わせてもらっています。3作目は異世界居酒屋ノブ。漫画家はバージニア・ニトウヘイ先生。原作者は蝉川夏也先生。キャラクター原案はぐるり先生です。出版社は角川で、2025年3月時点で19巻まで刊行されています。原作は小説家になお初で連載されています。2018年にアニメ化しただけでなく、2020年から3シーズンもドラマ化をするなど、超人気作となっています。あらすじです。本作の舞台は、城壁のこと相手エリアにある、居酒屋ノブ。職人気質な板前のノブは京都の一角でお店を開きましたが、なんとそのお店が異世界と繋がっていたのです。店の裏口は現代日本の京都と、店の表は異世界に通じており、ノブは現代日本の食材を使って異世界の人に料理を振る舞っています。給仕で看板娘の忍と二人で切り盛りしていたお店も、物語が進むにつれ従業員が増えたり、どんどん賑やかになっていきます。異世界×グルメをテーマに紡がれる温かい物語です。おすすめポイントは3点。1つ目は美味しそうな料理です。異世界×グルメがテーマの本作は、美味しそうな料理がたくさん登場します。例えば、1話にはおでんが、2話には唐揚げが、私たちにとっては見慣れた料理でも、異世界人にとっては未知のもの。ノブの料理を口にした異世界人の様子が、本当に幸せそうで食欲をそそられるよね。お腹が空いている時に読まない方がいいかもしれません。2つ目のおすすめポイントは、メディアミックスされている点です。小説家になろう初の作品がアニメ化されることは珍しくありませんが、本作はそれだけでなく、ドラマ化もされています。それも、2020年、2022年、2023年の計3回も、大谷亮平さんが板前のノブ役を、武田玲奈さんが看板娘の忍役を務めています。Unext や Hulu、パラビなど各種配信サイトで見られるため、ぜひ他の媒体でも楽しんでください。最後3つ目のおすすめポイントは、心温まるストーリーです。居酒屋ノブという場所には様々な人が集まります。衛兵や役人、商人や職人、貴族や教会関係者など、人が集まればそこにはドラマが生まれます。喜んだり泣いたり悩んだり、脇役なんて一人もいないくらい、登場人物全員が生き生きと描かれとって魅力的です。板前のノブと、若い看板娘の忍にも、実はお店を開く前からのつながりがあったりします。ほっこりできること間違いなしの作品ですので、ぜひご一読ください。4作目は異世界薬局。漫画家は高野聖先生、原作者は高山リズ先生、キャラクター原案はキープアウト先生です。出版社は角川で、2025年3月時点で11巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうへ連載されており、2022年にはアニメ化もした人気作です。あらすじです。大学院の薬学研究科の准教授だった主人公は、研究にのめり込むあまり過労死をし、宮廷薬師のメーカーの次男、ファルマに転生します。転生したのは、ファルマが10歳の時、中性レベルの誤った治療法が蔓延している世界を、見て見ぬふりはできず、異世界薬局という名で開業し、先生で得た薬学の知識を使って人々を救っていく物語です。おすすめポイントは3点。1つ目は、リアリティです。両腕に薬神の正門と呼ばれる傷を持ち、影もないことから薬神の生まれ変わりだと、周囲から崇拝、畏怖されているファルマ、シート級の真実が使えるという点ではファンタジーなんやけど、物語に出てくる医薬品や疾患は実在するものです。専門家や医療従事者による指導のもと執筆されているそうで、他の異世界漫画にはあまり見られないほど多くの欄外注釈がついています。科学が好きな方や、医療漫画が好きな方にも、おすすめできる作品です。2つ目のおすすめポイントは、地位と能力です。医療漫画としてリアリティがある一方で、異世界漫画としてのエンターテイメント性も失っていないのが本作の魅力です。アルマは目視で、怪我や病を抱えている体の部位がわかります。また、ありとあらゆる物質を左手で生成し、右手で消去できます。これらのチート級の力を活用することで、中性レベルの治療法しかない世界で、人々の病を治したり、薬を作ったりすることができるよね。異世界の人では成し得ないことができてしまう。主人公ならではの万能感は、やはり読んでいてスカッとします。最後3つ目のおすすめポイントは、ファルマの正義感の理由です。誤った治療法が蔓延している異世界を見て見ぬふりできなかったファルマ。そのような正義感を持つようになったのは、転生前にいた妹が影響しています。脳腫瘍を患っていた妹は手術を受けたものの、取りきれないところに腫瘍があり、幼くして亡くなってしまいました。飲むだけで効く薬があればよかった。と考えた転生前のファルマは研究に没頭し、結果、過労死してしまったのです。いつも患者のために動くファルマには、こういったバックボーンがあります。前世では患者を思うあまり、自分のことをないがしろにしてしまったファルマ。転生後は自分も幸せにできるのか、前世の知識と転生後の地位と能力を使って、人々を救っていくファルマの物語を、ぜひお読みください。以上、異世界少年漫画4000第1弾でした。気になった作品はありましたか？これが気になったよ、とか、読んだことがあるよ、など、感想があればコメントいただけると嬉しいです。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があればチェックしてみてください。この動画が良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。